おはようございます。俊也です。本日のスーパーセブン名車再生はこのべっこりへこんでしまったオイルパンをきれいに直していきたいと思います。前の動画でドライアイス洗浄機でエンジンをきれいに掃除したんですよね。この補修されてたオイルパン、塗装も接着剤も全部吹き飛んでいって、元のねこのへこんでた部分があらわになってしまいました。補修されてた部分が剥がれてったら思ってたよりもちょっとひどくてですね、下回りこすったんでしょうね。こすったというよりぶつけたんでしょうね。もう思いっきりへこんでてですね、鉄板も割れて穴開いちゃってるし、もうこのままだとねオイル漏れてきちゃってまともに使えないので、しっかりと直していきたいと思います。もうね名車再生っていうよりかは、レストアに近いかな。オイルパンのレストアみたいな感じでやっていきたいと思います。まずはグラインダーで溶接剥がしていきます。これでタガネで剥がれるはず。取れた。よし、取ろう。おお、出っ張ってるね。バッフル外れたらへこんでるところがはっきり見えるようになりました。すごい出っ張ってきてる。ほら、これはひどいな。叩きがいがありますね。あ、こっちがこうなってんのか。二重構造なんだ。なんか他の車のやつに継ぎ足しみたいな感じで作られてるんですけど、中はこうなってました。二重構造みたいな感じのオイルパンですね。多分スーパーセブンのオイルパンとして容量足りないからかさ増ししたとか、なんかそういう感じなのかな。ググるとね、みんなスーパーセブンこういう風に継ぎ足しされたオイルパンの画像が出てくるんで、多分そうなんだと思います。これは別に今まで乗ってた人がオイルパンをいじったとかそういうんじゃなくて、このいじられた感じのが純正ですね。はい、こんな感じになっております。よし、じゃあこれ鉄板叩いてオイルパンの形直していきましょう。それじゃあオイルパン叩いていきましょうか。まずは荒出し、大雑把にへこみを出します。ハンマー当てて、それをハンマーで叩く。うわー、これ鉄板硬いよ。めっちゃ硬いよ鉄板。1キロのハンマー、嘘でしょ。あ、これならいける。お、結構出た。もうちょっともうちょっと。ほら、だいぶ出てきました。あ、正面じゃ分かりにくいか。横から。ほら、結構出た。まだちょっとへこんでたり出過ぎてたりする部分あるから、こっから微調整ですね。接着剤がうざい。あ、こんなでっかいの取れた。あ、今のでかいの、ここの溶接のところが穴開いてますね。多分これ埋めるための接着剤。ほら、ここひび割れてる。タンクの中にこのドリーっていう当て板を入れて、で表から叩いてちょっとこの凸凹を鳴らしていきます。結構綺麗にオイルパンへこみ出ましたよ。ほら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 、最初のべっこりのと比べたら全然違いますね。ただここね、穴が開いてるのとか、こっち側もね、やっぱ穴開いてましたね。これとか、この辺のほら、なんかちょっとこう怪しい傷穴みたいなのとかがあったりするんで、こういうの全部溶接でちゃんと埋めていきます。じゃーん、溶接終わりました。表側はこんな感じですね。ちょっとここはね、後でパテつけたりして形整えるから、
その分溶接ちょっと削って形きれいにしてあります。多分外側からの溶接で問題ないとは思うんですけど、ただそれだけだと後からまた漏れが再発しそうな気もしないでもなかったから、内側もしっかりと溶接やり直しておきました。で、問題はこれが漏れるか漏れないかなんで、これから漏れのテストやっていきます。灯油入れていきます。灯油入れてみて漏れてこないかどうか。お、大丈夫そうですね。漏れこないですよ。本当にこのままずっと漏れてこないかどうか、ちょっと長時間放置します。このまま1時間ぐらい放置したんですけど、どうでしょう。漏れないかな。大丈夫かな。あら、こっち側が漏れてる。ここ漏れてるから、もう一回やり直し。ちくしょう、ダメだったか。よいしょ。ちょっと待ってよ。あ、違う、ドレンパッキンだ。そっか、ドレンだ。ドレンのパッキン変えてないからだ。多分こいつが原因。ちょっと待って、ドレンパッキン変えてもう一回漏れ止めのテストやります。これ奇跡的にね、ジムニーのワッシャーとほぼ同じサイズで、ジムニーのワッシャーがここ使えます。これで漏れなかったら大丈夫なんだけど、頼みます。さらに1時間後、どうでしょう。止まった。止まった。あ、漏れてない。大丈夫ですね。あ、大丈夫。ちょっと待って、中身捨てるから。これでひっくり返せばよくわかると。あ、漏れてない。大丈夫。よし。これでいける。とりあえず漏れは大丈夫そうなんで、あとは形を整えれば OK ですね。とりあえずこれ、錆とか結構すごいし、塗装もね、ボロボロ剥がれてくるような状態だから、一回塗装を剥離します。やっぱり錆がすごい。抹茶っちゃ。だいぶ綺麗に落ちた。ほら。よいしょ。そしてこの中にドボーン。錆取り剤。これモノタロウのやつです。これにつけておくと勝手に錆が取れます。あ、ダメだ。先に水混ぜなきゃいけないから、一回出してこっち入れて、これにジャボンと。よし、これで一晩つけ置きします。だいぶ綺麗に錆が落ちました。この辺見ると分かりやすいですね。この辺ペーパー当てにくいところですけど、錆取り剤につけてしまえばね、こうやって綺麗に落とすことができます。錆取り剤から出した後は綺麗に水洗いして、残ってる溶剤全部落として、そしたら錆がすぐまた出てきちゃうから、今度ね、この336っていう防精油、これを塗ってあります。この後、この表面のボコボコパテつけて形作ったりとか、あと内側のバッフルもね、溶接しなきゃいけないんで、まだちょっと塗装するには時間かかりそうだから、作業やらないところは336を塗って、錆が進行しないようにしてから作業を進めていきます。まずはオイルパンの中につくこのバッフル、これ溶接で戻していきます。溶接は可もなく不可もなくっていう感じ。反対側こんな感じ。
熱の入り方はこうですね。ちゃんと裏側まで熱入ってるから、まあくっついてはいます。そしたら次は表側の凸凹を直すためにパテ付けですね。パテというかね、今回ちょっと普段使ってる板金用のパテとは違うやつ使っていきます。使うのはこれ JB ウェルド金属用のパテですね。金属パテ。もともとここについてた漏れ止めで塗られてたエポキシの接着剤みたいなやつです。でこれ耐油性とか耐ガソリン性とか耐熱性とかめちゃくちゃ性能の高いやつなんで、これでここの形整えてっていう形でやっていきます。あと万が一溶接でここの穴が埋まってなくて、もし漏れてくるような状態だったとしても、これ塗っとけば漏れてこないんで、クイックスチールとか、あとパネルボンドとか、ちょっと用途違うけどね、パネルボンドとかそういう感じのエポキシのパテですね。これ使っていきます。もともとついてたエポキシパテみたいなのは多分下地が悪くてサビの上に塗っちゃってたから、ドライアイス洗浄とかでね簡単に剥がれてきちゃったと思うんですよ、多分ね。で今回はちゃんとサビも落としてあるし、脱脂もしたし、ペーパーで足付けもしてあるしで、これ塗っておけばそう簡単には剥がれてこないと思います。っていうかこれめちゃくちゃね接着力強いんですよ、エポキシだから。スーパーセブンで車の一番低い場所になるんですよ、このオイルパンが。だからどうしてもね、下回りヒットした時にはオイルパンにダメージ入っちゃいやすいから、普通のパテだと多分剥がれてくると思うんですよね。普通の板金用のパテと違ってなんかすごく粘度が高くて塗りにくいです。ヘラの跡がすごい残っちゃう。研げばね分からなくなると思うんですけど、こんな感じです。これめちゃくちゃ塗りにくいです。パネルボンドとかは結構柔らかくてもうちょっと伸ばしやすかったようなイメージがあるんですけど、 JB ウェルド結構硬いですね。エポキシかなり硬いんで、これさっき爪でこすってみたけどびっくりするぐらい硬いから、80番でも削るの大変かもしれない。全然削れない頑張ってこれで削ってきます。オイルパンのへこみが綺麗に治りました。 JB ウェルド硬くて研ぐのめちゃくちゃ大変だったんですけど、綺麗にへこみが治りました。あとはこれ塗装すれば大丈夫だと思います。元のベコベコの状態とは全然違いますね。これだったら大丈夫。でもね、ほんとね研ぐの大変だった。全然削れないです。これだけ硬ければ逆にね下回りこすった時もちょっと安心だから、まあいいっちゃいいんですけど、マジでこれ研ぐの大変なんで、盛り付ける時はね慎重に形作った方がいいですね。研ぎでどうにかなるだろうとかって思ってると後で痛い目見るかもしれないです。エンジンクリーナーっていうガンなんですけど、これを使って灯油でこの中洗っていきます。これ握るとここから灯油が出てきます。よし OK かな。とりあえず今3回ぐらいすすいで飛ばしてすすいで飛ばしてみたいな、そんな感じで洗いました。これで結構ね中からゴミがいっぱい出てきたから、多分これで大丈夫だと思います。これでオイルパンをエンジンブロックに乗っけて、次は、ここの当たり面合わせていきます。よいしょ。常磐持ってないんでブロックに直接合わせて隙間がどのぐらい空いてるか見ながら直していきます。とりあえず今の段階だと結構ほらカタカタしてる。
これがカタカタしなくなるぐらいフラットにここの合わせ面を叩いて調整する感じですね。ただエンジンに乗っけたまま直接叩くとな、さすがにエンジンにダメージ入ると怖いからな。こっちで隙間見て下ろして叩いてまた乗せてかな。ぴったり。オイルパンの隙間とエンジンブロックの隙間がなくなりました。ピタッと同じ隙間。最初ね、この端っこの方がちょっとこう浮いてた感じでしたね。でも今はほらぐらつかないぐらいぴったりになりました。これでガスケット塗って組んであげればオイル漏れはしなくなると思います。それじゃああとは塗装ですね。もう足付けとかも終わってるんで、あとは脱脂して錆止め塗って黒を塗っていきます。カメラは思いっきり下げて塗装がかからないように。必殺錆封じを塗っていきます。錆止め兼プライマーです。これで3時間以上乾燥させます。3時間後、サフェサ入れていきます。サフェーサーが乾いたら次は煮液の黒を塗っていきましょう。サフェーサーノンサンディングで塗ったんで、もう乾かしたら研ぎ入れずにこのまま黒を塗っていきます。塗装翌日、綺麗に治りましたね。やっぱ板金塗装ってすごいですね。もともとべっこりへこんで穴開いてたのがここまで治るんですからね。元の状態があんなにひどかったとは思えない。まだちょっとなんかこうへこんでるというか引けてるようには見えるけど、最初のべっこりよりかは全然いいと思います。普通の板金パテ使うと下回りヒットした時にね、すぐ剥がれてきちゃったりするんじゃないかなと思うから、今回普通の板金パテとかは使いませんでした。JB ウェルドだけで仕上げてみました。これ車の一番低いところになるから多分またね下回り擦ると思うんですよ。だから下手にねパテつけて直すよりかは次の補修のこと考えて必要最小限で、やめといた方がいいかなと思って今回こんな感じにしてみました。ちなみに鉄板割れてたところとかこんな感じです、ね、割れてて穴開いてオイルが漏れるような感じになってたとは思えないですよね。塗装して1日だからまだ表面乾いてて、まあまあ作業はできなくはないぐらいな感じなんですけど、まだ奥の方でこう柔らかいというか死んでしまってない感じ、乾ききってない感じがするから、踏みつけは後日ですね。もうちょっとしっかりと乾いてからやっていきます。だから組み付けは次の動画になるかな。エンジンも組み上げてオイルパンもつけてっていう感じで次の動画でやっていきたいと思います。そしたら多分動画の尺がね微妙に余っちゃいそうな気がするから、次はこれレストアというかオーバーホールやっていきたいと思います。ブレーキのマスターシリンダーですね。これライブ配信の時に直した映像があるので、そちらをご覧ください。名車再生スーパーセブン、チャンネル登録よろしくね。してここのゴムを外すと、もうブヨブヨのボロボロで、ここもね破れちゃってます。次リザーバータンク外しましょうか。リザーバータンク
これで、リザーバータンクが抜けるよね。抜けない？取れた。結構錆びて、なんかグズグズな感じになってます。ちなみにこっちのロッド側はこんな感じ。こっちもね、結構錆びでグズグズ。多分ワイヤーブラシとかで擦れば綺麗にはなるんだと思うけど。プッシュロッド止めてるスナップリングか。スナップリングでいいのかな、名前。なんか違うかもしんないけど。留め具がいるんで、これ、外しちゃいます。押し込んで。取れた。よいしょ。スナップリングみたいなの、これを外して、プッシュロッドが外れました。ちょっと、中のロッドを押し込んで、ここに刺さってるピン抜いてみます。よっと。はい。はい。ということで、こっちの2本目のも抜けました。よし。空っぽだね。はい。これで分解終わりかな。これで全部の部品です。リザーバータンクに、本体。で、中に入ってた、中はこう入ってたのかな？こういう感じで入ってました。そんなとこか。すごくシンプルだね。やっぱり日本車と全然変わんない。よいしょ。ということで、はい。灯油。粗い湯ですね、灯油。これで部品洗浄やっていきます。いい感じね。内側もね。うわ。この中にね、汚れたなんか黒っぽいブレーキフルードが入ってる。はい、リザーバータンク終わり。プッシュロッドも洗わなきゃダメですね。これね。よいしょ。綺麗になった。綺麗になりました。じゃあ、このシリンダーの中に、この向きで入ってて、このゴムシールの表裏、カップの表裏もあるから、向きを間違えないようにばらして、補修部品に付け替えて、戻してきます。ここ一番重要。向き間違えたらダメ。表と裏みたいにこういう風に違いがあるんで、これ逆に組んじゃったら終わっちゃうんで、ここ重要です。新品部品も同じ向きに並べて、この向きで今並べたんで、これを間違わなければ元通り組めるはずです。じゃあバラしていきます。はい。とりあえずバネが外れました。はい。で、留め金が外れます。はい。これ向き大事ね。で、じゃあ戻しますよ。これを外して、で、新しいのに付け替える。で、ワッシャーを戻す。で、スプリングを入れる。ちゃんとはまりました。はい、ここが終わり。次こっち。よし、はまった。はい、これで、こっちが終わり。こっちとこっち交換終わりました。これが、中にネジ入ってんだ。回れ。よっしゃ、回った。今回ったよね。きっと回ったよね。違う。折れたのか。六角レンチが折れた。取れた。取れた。取れた。今コンクリートにバンバン打ち付けてたら中の折れた六角が外れました。これでもう一回六角のこの先っちょをかけれるようになった。とりあえず元に戻れた。セーフ。よかった。そう、ボールポイントの六角ね、本来ね、力入れちゃダメな方なんだけどさ、こっちの要は、普通に使う方だとね、入らないのよ、ここ。ネジが深すぎて。わかります？こう届かないの。ネジこの辺にいるんだけど。ということでさっきね、こうやってかけたんですよ。それがダメだったね。それがミスでしたね。間違いなく多分それが失敗の原因。次はいけるはず。よし。そう、切り欠き効果で折れちゃったっぽいですね。
よし、もう一回行きましょう。よし、これでかけて、頼むから次は折れないでこれ。ちょっとスプリングは縮め気味で。よっ、いきます。いや、回んねえって。これ以上やったら怖いよ。怖いよ。よいしょ。ズズズズズっと。こんな感じです。見えます？これ今バイスに、スプリングコンプレッサーで縮めた状態のやつをそのまま加えてます。で、ちょっとさっきのポンチっていうか、ポンチの先っちょちょっと削ってやってきたんで、これをネジに当てて、こっち方向でこう回していく。タガネで回す的な。これでいけなかったらもうどうしようもできないよ。まあ、これが当てれればなんだけどさ。ギリかかるかな。回ったー回ったー回ったよ。間違いなく回ったよ。今、目視で確認したもん。じゃんネジそして、左手を離すと、あら、取れたちょっとタガネで叩いた場所がささくれんみたいになっちゃってるから、ちょっとヤスリで表面だけ整えます。まさかジムニーでやった時のタガネで外すテクニック？あれがここで役に立つとは思わなかった。こんな狭いところで。じゃあ行きますよ。まずはここのワッシャーを外します。ワッシャーっていうかこの爪付きのワッシャーね。こんな感じなんですよ、爪。わかるかな？こう、ね、爪が起き上がってる。これがゴムの方に食い込んでるから。で、次、このシールを外します。これは混ざったら嫌だからこっち。で、こっちの違う。ワッシャー。これも外して、はい、これをつけます。新しいやつ。そして、このゴムをつけます。で、爪付きのワッシャーを戻します。はい、戻します。まずは、セカンダリーのバルブを入れて、よいしょ。そして、プライマリーのバルブ。ピストンを押し込みながら、このちっちゃい留め金を上から差し込みます。よいしょ。はい。ブッシュはめました。はめて、これピンを打ち込むと。ブーツにもシリコングリス塗りして、でもって、ここのロッドが当たる部分にもグリス塗って、こっち側にもグリス塗って、はい、止めました。やっぱ新品のゴムはしっかりしてるね。最初のブヨブヨしたゴムとは全然違う。よいしょ。はい。これでよし。じゃじゃーん。ということで、こんな感じで、ブレーキのマスターシリンダーのオーバーホールが終わりました。一時はどうなることかと思ったけど、無事にちゃんとオーバーホールすることができてよかったです。ほんとね、あんな変な場所のネジが固着してるなんて思わなかった。そしたらこれがね、つく場所はここですね。エンジンルーム。ハンドルがあって、ドライバーの足元っていうのかな。ここにね、これがつきます。後でブレーキペダルとかアクセルペダルとかクラッチペダルとかここにペダルユニットがつくからどの道またこれ調整というか脱着しなきゃいけないかもしれないから仮付けですね。その辺に部品を置いとくと汚れたりとかなくしたりとかすると困るから、組み上がった部品はとりあえず仮でも車につけていっちゃいます。よいしょ。こんなもんでいいかなということでブレーキのマスターシリンダーがつきました。
ということでエンディングです。後撮りです。もともとオイルパン直す予定なかったから動画1本にする予定もなくてですね、たまたまドライアイス洗浄機かけたら接着剤剥がれてって予想以上にひどかったから直すことになりました。オイルパン直すだけだったらサブチャンネタでもよかったかなとも思ったんですけど、あまりにも内容エグすぎたんで、メインチャンネルの動画ということになりました。今僕の手元にオイルパンないんですけど、もうすでにエンジンに組み付け始めております。っていうかオイルパンはもう組んじゃいました。エンジンの組み立て今進行してる最中で、次こそはエンジンの組み立て動画お届けできると思います。次回の動画見逃さないようにチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もご覧ください。バーイ。